爆走し始めたのいきなり。またやったねあんた。こんにちは、エルビアン TV。エルビアン TV のレイヨンとゆうです。今日はなんとめちゃくちゃ激しかった喧嘩についてお話ししたいと思います。特に激しいバージョンのお話ですね。普段ね喧嘩しましたって話をしたりとかすることも結構あるんだけど、実際ね激しめの喧嘩の話ってあんまりしないんだよね。内容がないよね多分。今までねいろいろあったので、それをね話していけたらいいなと思います。ではレッツスタート。エルビアン TV。 なんかみんなねゆうちゃんって意外と怒んなそうって言うんだけど、怒るよね。怒る。普通に怒ります。じゃあさ、相手のエピソード話そうよ。じゃあまず私からね、ゆうちゃんの白壁穴ぼこ事件。これはお察しの通り壁に穴を開けました。覚えてる？覚えてる。なんかその時多分ゆうちゃんが生理前っていうのもあったんだけど、本当に些細なことで私たちが喧嘩して、でヒートアップして、たまたまその壁が梁みたいになってるところでちょっと穴がね元から開きやすい、簡単な力で開いちゃうような壁だったっていうのもあるんだけど、イライラしてもうあーみたいな感じやったらそのままもう行った。もうボーンみたいな、ポカーンってあ、穴開いたやばいみたいな、開いちゃったってなった。その時さ、開けたことによってさ、私ブチ切れたよねその後に。なんかもともとは私よりかはゆうちゃんの方が怒ってたんだけど、開けた瞬間にゆうちゃんがやべってなって、逆に私が猛烈に怒るみたいな。そうで、レイちゃんが自分で払いなさいよその修理代はっていうので、私がめっちゃ言ってたそれ。そんなんやるつもりなかったのにみたいな。でも私優しいからちゃんと半分半分払ったの。でもね、まさかゆうちゃんが壁に穴開けると思わなかった。そう、私もまさかこんなに簡単に開くと思ってなかった。はい、その次。じゃあ私、レイちゃんのエピソードを話します。はい。新宿リアル鬼ごっこ。イエーイ。あれは深夜のことでしたね。とあるメンタルブレイクが起きました。この新宿リアルごっこが起きたのってすっごいもうだいぶ昔で、3、4ヶ月ぐらい。私がレイと一緒にいたんだけど、いきなりレイちゃんが走り出したんだよね。新宿の真夜中です。これはしかも昔よくやったねそれ。そう、爆走し始めたのいきなり。なんかもう嫌だっつってタタタタタタってでも逃げるじゃん。いや追うじゃん。でもめっちゃ速いわけよ。で私その時タバコで肺がやられてたっていうこともあって、意外と追いつけないわけで、意外と体力あるわけだからすごいみたいな頑張って走って、で追いついたの。でその時冬だったからコートと、バッグをこうやって肩掛けこう持ってたの。バッグ掴めて、バッグ掴んだ。バッグ捨てて逃げたの。だからバッグ拾い上げる、走る、次コートを掴めたわけ、やっと。そしたらコートを脱ぎ捨てる。すごかったよねあれ。そうでコートを拾う、走るっていうのをやってた。10分ぐらいしてたのかな、もっとしてたかな。そのメンタルブレイクも仕事関係でちょっとね自分が失敗をしてしまって、それに対して別にゆうちゃんが悪いとかでもないんだけど、自分自身とかあとその状況とか含めて消化しきれてなくて、多分イライラが募ってしまったんだよねその時。自分がね悪かったんだけど、それはなんかその新宿って人多いイメージあると思うんですけど、たまたまその時の時間で23時とか23時だからもう人は全くいない状況なんですけど、今はもう全くないんですけど、付き合いたての時、20歳になりたての頃とかもそうなんだけど、怒った時とか喧嘩した時とか嫌になった時に走って逃げる癖があってそうだね、なんだろう、なんかすっきりするっていうのもあるのかもしれない。なんか動物みたいになんかマジ消えるの走ってっていうので、ゆうちゃんが追っかけるってことたびたびあったけど、新宿の時が一番ひどかったね。新宿時ね、新宿はね長距離にわたったから私がもう死にそうになったの。いつもはねそうちょこっとだけなんだけど、20歳の体力半端ないと思って追いかけてたっていう、もう私の中では結構伝説的な事件になりました。これはとにかくなんか逃げ出したかったんだと思うその時。しかも自分の心が子供すぎて、壁にぶつかった時の消化がうまくできなかったの、とにかく現実から逃げたいと思って多分走ってたんだと思うその時は。はい、その次。またゆうちゃんがやらかしまして、またやったねあんた。いやーそうなんだよね。クローゼット穴ぼこ事件。またか、またこいつはまたやってしまったのか。2回目はあんま怒んなかったな私も。
なんかあんな簡単にクローゼットって穴開くんだと思って、なんかその時もう私も悪かったんだよ。状況を説明すると、私が生理前でイライラしてて、それが伝染してゆうちゃんもイライラしてて、ちょっとしたことでぶつかってて、その時にたまたまそのクローゼットのそばにいたよね。今回はね、足でですねクローゼットをねバコーンしたんですよ。ちょっとそんなつもりはなかったんでね、ちょっとだけ出たんだよね、足がね。そのクローゼットがねこうちょっと半開きになってたから、それをねちゃんと閉めようとしたのか足でね蹴飛ばしたわけよ。ムカついたのもあって、バンやったらボーン開いて弁償しろよって言った。で私ね思ったんだよね、その時。ゆうちゃんってサッカーやったから脚力強いんだやっぱりと思って。ゆうちゃん的にはちょっとなんだよね。イライラしてちょっとなんかもう手じゃなくて足で閉めようぐらいな感じのノリでやったら穴開くっていう。反省しました。家の中で起きた事件があります。はい。2リットルの緑茶振り回し事件。2リットルの未開封の緑茶が家にありました。何かが拍子に喧嘩になったの、ここで。で喧嘩になって言い合いになって、レイが2リットルのペットボトルの蓋をカラカラカラって開けて、そのまま私に2リットルのお茶をね、俺がーみたいなのを、緑茶をぶっかけてきた私に全部振りかけてきた。パソコンにもちょっとかかった自分の。パソコンにもかかったし、床はちょっと緑茶だらけになったし、私も緑茶だらけになったっていう。それさ、ゆうちゃんのさ友達にさ言ったらさ、ゆうちゃんの友達がなんて言ったんだっクリエイティブだね。け。なんか面ぶり起こして目の前に緑茶があったからぶっかけてやろうと思ったんだと思うの、その時の自分は。そうだね。ぶっかけるじゃん、ゆうちゃんに。でも自分のパソコンにもかかったので泣いた。私はもうずっと2リットルの空のやつ持って泣いてるっていう。でもね、それも付き合って結構日が浅かったね。3、4ヶ月だね。それも3、4ヶ月だね。それも3、4ヶ月。3、4ヶ月の時にもうそういう出来事ギュッと凝縮されてる感じだったよね。そうだね。テレビアンカップルっていう感じのリアルエピソード、初めてお話ししたと思います。過激な喧嘩結構してた時もあったんですよ、一時期。すごい激しかったね、一時期ね。今はもうお互いを分かり合ってるから、うん、そういうのはなくなった。平和だね今ね。よかったほんと。もしね激しい喧嘩こんなのしたことあるよっていうのがありましたら、ぜひコメントしてください。はい。この動画が良かったらグッドボタンのチャンネル登録お願いします。Twitter と Instagram は下の概要欄にあります。ぜひぜひチェックしてみてください。フォローよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。